はい、始まりました。今夜もレートナイトジャパニーズチャットの時間ですよ。私たち、みさきとのぞみがお届けします。ねえ、のぞみ、突然なんだけど、あなた毎朝何飲んでる？突然だね。コーヒ私は味噌汁。ー毎朝？毎朝。実はうちのお母さんずっと作ってくれてて、で、一人暮らし始めてからも自分で作るようになったんだよね。すごい。私は朝に味噌汁飲む習慣あんまりなかったかも。そうなんだ。でも日本人って結構朝に味噌汁飲む人多いんだよ。確かに定食とかについてくるよね。そう。前回話した一汁三菜の汁、まさにあれだよ。あ、そっか。一汁三菜の汁物が味噌汁なんだ。そう。で、今日はその味噌汁についてもっと深く話していこうと思って。おー、いいね。実は味噌汁ってどうやって作るのかよく知らなくて。じゃあちょうどいい。まず味噌そのものから話していこうか。じゃあ味噌がそもそも何なのかから。味噌はね、大豆と麹と塩を合わせて発酵させたもの。発酵？発酵っていうのは微生物の働きで食べ物が変化すること。ヨーグルトとかチーズとかパンとかも発酵食品だよ。あ、そういう仲間なんだ。そう。大豆に麹を混ぜて塩を加えて数ヶ月から1年以上寝かせるんだよ。1年。長いね。長いのね。でもその時間をかけるから独特の深い旨味が生まれるんだよ。麹って何？麹はね、米とか大麦に麹菌っていうカビを生やしたもの。カビ？食べていいの？大丈夫。麹菌は日本では昔からずっと使われてきた安全なカビで、日本酒とか醤油とかみりんも全部麹が使われてるんだよ。そんなにいろんなものに？そう。だから麹って日本の食文化の根っこにある存在なんだよね。なんかすごい奥深い。でしょ？味噌ってシンプルな材料から生まれてるのにすごく複雑な味がするよね。確かに、独特の風味、ちょっと他にないよね。じゃあ次に味噌の歴史も少し話しておこうか。記録に残ってるのは奈良時代。今から1300年くらい前のこと。1300年？一汁三菜より古いじゃん。そうなんだよ。でも最初は貴族とかお金持ちしか食べられない高級品だったんだって。今は普通にスーパーで売ってるのに。で、鎌倉時代になって武士たちが味噌を兵糧として使い始めたんだよ。兵糧？戦いの時に持っていく食料のこと。味噌は保存が効いて栄養もあるから武士にとってすごく重要だったんだよ。なんか武将が今日の勝ち飯は味噌汁みたいな。そんな感じ。実際、豊臣秀吉も味噌を大切にしてたって言われてて。秀吉まで出てきた。で、江戸時代に庶民にも広まって一汁三菜の汁物として定着していったんだよね。なんか庶民の食事として定着するまでにすごく長い旅があったんだね。1300年かけて今も毎朝飲まれてるって考えるとすごいよね。じゃあなんで味噌汁って体にいいって言われるの？それはね、発酵食品としての力が大きくて、まず味噌には腸にいい菌、乳酸菌が含まれてるんだよ。乳酸菌ってヨーグルトに入ってるやつ？そう、だから腸活にいいんだよね。腸の環境が整うと免疫力も上がるって言われてて。朝に飲むと特にいいの？朝は腸が動き始める時間帯だから、そこで味噌汁を飲むと効果的って言われてるんだよ。だから朝の定番なんだ。理にかなってる。それにね、味噌にはイソフラボンも含まれてて。イソフラボン？大豆に含まれる成分で女性ホルモンに似た働きをするって言われてるんだよ。骨を強くしたり、肌にもいいって。じゃあ味噌汁って美容にもいいの？そう言われてるね。あと塩分が入ってるから飲みすぎは気をつけた方がいいけど、適量なら体を温める効果もあるし、ミネラルも補えるよ。飲まない理由がないじゃん。でしょ？じゃあ次に、味噌汁を語る上で絶対外せないテーマ、だし。だし。味噌汁って味噌を溶かす前にまずだしを作るんだよ。あ、そうなんだ。味噌をそのままお湯に溶かすだけじゃないの？それでも飲めるんだけど、だしがあると全然違う。だしっていうのは食材から旨味を引き出した液体のこと。旨味。そう、旨味。英語でも旨味っていうくらい世界に認められた概念だよね。確かに旨味って言葉聞いたことある。で、だしの種類がいくつかあって、代表的なのが昆布、鰹節、煮干しの3つ。それぞれどう違うの？昆布は海藻から取るだしで優しくて上品な旨味、すっきりした感じ。ほうほう。鰹節はカツオという魚を乾燥発酵させたもので、そこから取るだし。香りが強くてしっかりした旨味がある。薄くてヒラヒラしてるやつ。そう、お好み焼きとかの上でふわふわ動いてるやつ。あれが味噌汁に使われてるんだ。そして煮干しは小さい魚を煮て乾燥させたもの。少し力強い魚の風味がある。家によって使う出汁が違うんだね。
そうなんだよ。それで味噌汁のうちの味が決まるんだよね。昆布とカツオを合わせた合わせだしも人気だよ。だけで話が一本できそう。ほんとだよね。日本の料理は出汁が命みたいなところあるから。じゃあ、具材の話もしよっか。味噌汁って何入れるの？これがまたすごく自由なんだよ。まず定番から言うと、豆腐とわかめの組み合わせ。確かに、これが一番イメージある。あとはなめこ。ぬるっとしたきのこで、とろみが味噌汁によく合うんだよ。なめこ、ぬるぬるしたやつ？そう。あとはじゃがいも、大根、玉ねぎ、油揚げ。油揚げって豆腐を薄く切って油で揚げたもの。ふわふわしてて出汁を吸うんだよ。美味しそう。そして豚汁。豚肉と根菜がたっぷり入った味噌汁の豪華版。豚汁は知ってる。あれも味噌汁の仲間なんだ。そうだよ。で、のぞみは何が一番好き？聞くんだ。私は玉ねぎかな。甘くなって出汁と合わさった感じがすごく好き。美咲は？私はなめこ。ぬるっとした感じが好きなんだよね。個性出るね。じゃあ最後に、実際に味噌汁を作ってみたい人へ。まず、インスタントの味噌汁でも全然 OK。最近はクオリティがすごく高くて本格的な味のものもあるから。ハードル低くていいね。で、慣れてきたら具材を変えてみると面白くて、実は味噌っていろんな食材に合うんだよ。例えば？トマト入り味噌汁とかアボカドとか、イタリアンな食材でも意外と合うんだよね。トマト。これが合うんだよ。トマトの酸味と味噌の旨味が結構相性いい。やってみたい。味噌って発酵の力でどんな食材とも橋渡しをしてくれる感じがするんだよね。国境も越えて。なんかいい言い方。じゃあみんなも自分の国の食材で試してみてほしいね。じゃあ今日のまとめをしよっか。今日のテーマは味噌汁。味噌は大豆、麹、塩を発酵させた日本の伝統的な調味料。歴史は奈良時代から1300年以上。発酵食品として腸活や美容にもいいし、朝に飲むと特に効果的。だしは昆布、鰹節、煮干しが代表的で旨味の塊。具材は自由で、トマトやアボカドなど海外食材も全然あり。味噌汁って奥が深いな。でしょ？ということで、リスナーの皆さんにも聞いてみたいんだけど、味噌汁飲んだことありますか？好きな具材は何ですか？あなたの国の食材で作ってみたことがある人は、ぜひコメントで教えてください。今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回、レイトナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。